こんにちは、いにしえのネイリスト中山千恵子です。今回のサロンワークネイルは、サロンワーク動画は、まず、リペアしていきます。で、その後になんと、もう今年は早速ハロウィンネイルをオーダーいただきました。で、いつもすごいね、ポップ、カラフル、夢かわいい、あと魔法少女ネイルとか好きなお客様でね、いつもそういうオーダーいただくんですけれども、今回はカラフルでポップな明るめのハロウィンネイル作っていきます。まずはじゃあリペアから早速していきたいと思います。先端を結構ね、いつもギリギリよりちょっと手前ぐらいまで伸びた分は短くしてから表面を削っていきます。リペアをしていくので、オフの時よりも少しビットを爪の表面をね、綺麗に削っていくように気をつけながら削っていきます。小さめのパーツだったのでビットで飛んでいくかなと思ったんですけど、意外と飛んでいかなかったので、また後でもう一回削ってみます。一本の指を長時間削っていると摩擦熱が溜まってきてしまって、お客様が熱いとなってしまうので、徐々に薄くしながらいきます。次の指行って、次の指行って、でまた戻ってきて、もう一周してという風に徐々に薄くしていきます。今回パーツが意外としっかりくっついていますね。なかなかね、取れるときはビットの角を当てるとポンって弾けるんですけど、取れなかったのでちょっと後でニッパーを使って取っていきます。で、そうなんです。今キューティクルニッパー使ってますね。本当は良くないんですけど、アクリルニッパーがちょっと急遽見当たらなかったのでニッパー使っちゃいましたが、ニッパーのね、刃がダメになりやすくなってしまうので良くはないですね。もう一度削ってから、オフの時はこの後ね、オフ溶液使って溶かしてといきますが、今回はリペアなのでマシンを使ってある程度削っていったら、この後はファイルを使って細かく整えていきます。まず上のね、先ほどみたいなデザインとかカラーの部分とか大まかなところはマシンで削っていって、アウトラインの部分や爪の地爪の部分からジェルネイルのちょっとした段差のデコボコの部分をスムーズにしたり、マシンで削った表面をスムーズにしたり、先端の形などはファイルを使って細かく整えていきます。
それでは甘皮を押し上げていきます。甘皮を押し上げるときは、メタルプッシャーはね、いつもサロンワークでは私は使っていなくて、ネイルマシーンにグリーンビットというグリーンポイントというビットをつけて甘皮を押し上げていっています。あまりね、力込めすぎてしまうと地爪削ってしまうので、高さも立てないようにっていうのかな、ビットをこのハンドピースについてるビットを立てないように、寝かしすぎてもねちょっと甘皮上げづらくなっちゃうんですけど、立てすぎないように、あと力を加えちゃうと地爪を削ってしまうので、ほんと爪の表面を軽く撫でていくような感じで甘皮を押し上げています。キューティクルニッパーを使って甘皮を整えていきます。この時サロンワーク動画でよく説明しているんですけども、甘皮の全切りを私はしていないです。全切りしてる人もいます。どっちがいい悪いとかじゃないんですけど、私は甘皮を残すようにしているので、伸びすぎてしまっている部分とかささくれになりそうなギザってしてる部分とかは取っています。で、指周りの角質も硬くなりすぎてしまっているところがあったら軽くニッパーで取ってっていうぐらいの、ほんと整える程度にキューティクルニッパー使っています。で、スポンジファイルで爪の表面をスムーズにします。これも力を加えないようにしています。それではここからジェルネイル編となります。まずはプレプライマーを塗って爪の表面の水分や油分を調節してジェルネイルの持ちがねいいようにしていきます。で、プレプライマーが乾燥してからベースジェルを塗っていきます。で、リペアはね結構このジェルを塗り出した時にちゃんと削れていたかいないかが結構目立ってしまうんですけど、その地爪とジェルネイルの段差がねできているとベースジェルを塗った時にそこがボコッとしてしまうので、ファイルで整える時にこの段差を作らないはかなり重要となってきます。で、今回はベースに透明のラメ入りのジェルにフラッシュグリッターを混ぜながら塗っていきます。フラッシュグリッターは私今のマイネイルにもこの赤い爪ですねにも使っているんですけど、ちょうどこの撮影している時も普段のグリッターよりちょっとキラキラ感目立ちますかね。フラッシュグリッターって光を反射するので、こういうデスクライトとかも他の部分よりは光反射しやすかったりとか、水の中とかに入れてもすごいキラキラしたり、あとはもう名前の通りなんですけど、カメラで写真撮るときにフラッシュ焚くとねすごいキラッと光るグリッターなので、とてもね可愛くて最近私ハマっております。で、今回は上にクレイジェル使ってね 3D のハロウィンデザインを作っていくのですが、まず一度グリッターでね表面がデコボコしているので、デコボコをなくすために表面にクリアジェル塗っていきます。ようやくここからクレイジェルを使ってジェルの 3D アートを作っていきます。まずはですね、こちらカラフルなレインボーのマシュマロ作っていきます。これはマシュマロなのかな？今ちょっとマシュマロって言っちゃいましたけど、これ白とピンクとか白と水色とか2色ぐらいでパステルカラーで交互に作っていくとマシュマロっぽく仕上がりますね。アメちゃん、棒ついてネジネジしたアメちゃんみたいな、何でもいいです。何でもいいですね。何でもいいんですけど、マシュマロとかちょっとアメちゃんみたいな美味しそうなイメージでは作っております。まずピンク1本置いて仮効果挟んでます。で、この間 YouTube の動画のコメントに仮効果どのぐらい当ててますかというご質問いただいてたんですけど、仮効果はですね、普通のカラージェルの場合5秒なんですけど、濃いめの色とかだったら念のため10秒ぐらい当てていたり、クリア系のカラーも
5秒ですね。で、クレイジェルは10秒ぐらい当てています。カリー効果のとこはね、ちょっと動画、待ってる間、カットしちゃってるんですけど、だいたいそのぐらいですね。5秒から長くて15秒ぐらい効果してます。1本目の 3D デザインが完成しました。それではこのまま次のデザインいきたいと思います。次はもうハロウィン定番のお化けを作っていきます。こちらもクレイジェルのね、この白っぽいナチュラルっぽいカラーをまず大きめに取ってお化けの本体から作っていきます。大きい時はね、この細めのシリコンブラシより今みたいな太めのネイルシール貼ったりする時とか、あとミラーを部分的に擦る時とかに使っているシリコンスティックなんですけど、そちらで大きい平たい面は整えて、この先っぽの方とかちょっと曲線出したい時とか細かいところはこの先が細くなっているシリコンのブラシ使っていますという感じで使い分けています。で、小さくお化けの手をつけていきます。で、顔の部分はペイントで描いていくので、3D 別のモチーフもう一個作ってからペイント部分はまとめてこの後描いていきます。それでは顔は後で描くので一度お化けはここまでで、次アメちゃんの土台作っていきます。で、アメちゃんは上のこの水玉の模様はペイントなので、このペイントとお化けの顔を一緒に描いていきます。アメちゃんはまず真ん中の部分大きめに丸をこねておいたら、少しね平たくしてから仮硬化して両サイドに結び目の部分を作っていきます。仮硬化しちゃえば表面上は固まるので、もうねこうやって隣にモチーフを作っていくときにちょっと押しちゃったりとかしても形崩れることがないので大丈夫です。形崩れちゃうときはまだ仮硬化の時間ちょっと足りないので、プラス5秒とか少し仮硬化を長くしたりします。で、表面から押さえてないところ下から持ち上げてなどして、このアメちゃんのフリル部分作っていきます。こういうフリルとかレースのデザインはですね、本当にクレイジェルが便利で、アクリルの 3D も私今もすごいアクリルよく使うし両方やるんですけど、レースとかこういうフリルの部分って時間がかかる部分なので、そういうところはねアクリルよりジェルの方がすごい作りやすいです。そんな感じでペイント描いていきます。で、ペイントはアート用のジェルなんですね。こちらもパレットの上に出して少しだけノンワイプトップジェルと混ぜて柔らかくして丸をランダムに描いていきます。お化けの顔も描いていきます。アメちゃんの丸を描いた時よりもね、一本細いアート用の筆に持ち替えています。ちょっとね、顔は単純に可愛い感じで、こんな感じですかね。ちょっとポップだとこんな可愛らしい感じが合いますでしょうか。それでは残りの2本はパーツを置いていきます。今回はね、もうこういう風なデザインにしたいっていうよりは、このカラフルでポップでちょっとまだね夏っぽさも残るようなハロウィンネイルというか、デザイン自体はお任せでオーダーいただいていたので、
パーツの指も作って、ちょっとおしゃれ感というか、抜け感というか、あんまりゴテゴテ。デザイン的にはね、ゴテゴテしてるんですけど、3D10 本のゴテゴテとはまたちょっと違うような雰囲気にしてみました。で、そのまま、もう、あとはパーツを置いたら完成となるので、せっかくなので、トップジェルもね、表面コーティングしながら、この後は作っていきます。で、この、パーツコーティングするときは本当お客様にもよりますし、ネイリストにもよりますが、このデコボコ感をあえて出しておきたいっていうネイリストっていうお客様います。で、逆にもう表面埋め込んでつるんとさせたいというネイリストもいますし、というお客様もいらっしゃいます。で、私は結構お客様側に合わせるタイプのネイリストなので、今回のお客様はもともと 3D 大好きでデコボコするの好きな方なので、ある程度埋めつつ、ただつるんとするほどは埋めていない。でも引っかかりとかはね、やっぱ生活していく上で多分邪魔になってしまうので、引っかからない程度にはしっかり埋めてという風にしています。で、この 3D を作ったところにも隙間に細かいパーツを置いていきます。結構ね、こういう細かいパーツはもう私なんと古なんで、ネイリスト歴がもうね20年ぐらい経ったかな。15年は絶対経っていて、20年ぐらい経つかな。もうほんとそのぐらいあるので、期間が。なのでね、パーツはほんとね、もうどこの何なのかわかんないのもいっぱいありまして、ここで売ってますよっていうのがちょっと言えないのであれなんですけど、特にこういうポップだったりお菓子系だったり派手めのパーツはね、ネイルの問屋さんで買ってないことも多いので、ちょっとどこのかわかんないんですけど、このシュガースプレーのパーツとかもね、とても可愛いし、いろいろね、おすすめなんですけど、ちょっと、どこかなっていうのと、どこか覚えてるんですけど、もう今お店ないよなっていうところもありつつといった感じでございます。最近サロンワークの時、ノンワイプトップジェル塗ってない時もあるんですけれども、今回はノンワイプトップジェル塗りました。ノンワイプトップジェルって硬化した後薄付きなんですけど、すごい硬いので、パーツもりもり乗せてたり、今回 3D の周りにもパーツちょこちょこ置いているので、なるべく表面硬くしたいかなと思いまして、ノンワイプトップジェル塗っております。なので、こちら塗り終わったら完成となります。で、表面かなりデコボコを今回はしているデザインなので、一本一本ノンワイプトップジェルね、サラサラして流れやすいので、仮硬化をしながら塗っていっております。あとね、段差に溜まっちゃうと硬化熱扱かったりするので、あんまり溜まりもできないように、ちょっと筆圧強めに塗っています。こんな感じでついにようやくハロウィンネイル完成となります。かわいい。今回ね、昼間に制作して、シェアサロンで、私がね、プロデュースしてる代官山にシェアサロンがあるんですけど、そちらでね、施術してて、他のお席にもお客様いたので、暗闇で撮れなかったんですけど、蓄光のクレイジェル使ってるので、夜に 3D 部分光ります。なんと、光るね、写真がないんですけど。今回もこんな感じで最後まで見てくれてありがとうございました。それではまたね。